アイシャ、預言者の妻の伝承。預言者、彼に平安と祝福あれがジャナバ、沐浴の後に沐浴、ぐするをする際は、必ずまず手を洗い、それから礼拝の時と同じように沐浴を行いました。その後、指を水に浸し、髪の毛の根元を水で濡らし、両手3杯分の水を頭から浴びせ、全身に水をかけました。サヒーフ、アルブハーリー248。マイムナー、預言者の妻の伝承。アッターの死と、彼に平安と祝福あれは礼拝の時と同じように沐浴を行いましたが、足は洗いませんでした。彼は陰部から分泌物を洗い流し、それから全身に水をかけました。そして、その場所、沐浴を行った場所から足を引き上げ、それから足を洗いました。そしてそれが、ジャナバの沐浴、ぐするの彼のやり方だった。サヒーフ、アルブハーリー249。ハディースの説明。預言者、彼に神の祝福と平安あれは聖常を愛し、その実践に徹しました。彼はしばしば仲間たちに清めの正しい方法と本質を教えました。このハディースの中で、信者の母アイシャ、彼女に神のご加護がありますようには、預言者、彼に神の祝福と平安あれが性的な不純、ジャナバの後に自らを清め、ぐする、沐浴をしたいと思った時はいつでも、そのことを伝えています。ジャナバという言葉は、眠っているか起きているかに関わらず、欲望のままに射精する人を指します。また、妻と性交した人を指す言葉としても使われます。彼は自らを清めるまでは、祈りや崇拝行為を避けるため、このように呼ばれています。彼はまず、手を水に浸す前に、まず水をかけ、手を洗います。その後、まるで祈りのための完全な沐浴を行うかのように、沐浴を行います。その後、指を水に浸し、頭皮に水をかけます。肌と髪に水が触れるようにし、手に持った水で頭から3回かけます。その後、全身に水をかけ、肌全体が水で覆われるようにします。このハディースは、預言者、彼に平安と祝福あれによる性的な不浄の後の儀式的な沐浴に関する指針を説明しています。また、聖常と清潔さはイスラームとムスリムの特徴の一つであると説明しています。また、性的な不浄の後の儀式的な沐浴には少量の水で十分であるとも説明しています。このハディースの効用、儀式的な沐浴には十分な沐浴と完全な沐浴の2種類があります。十分な儀式的な沐浴では、まず身を清める糸を持ち、その後、水で全身を丁寧に洗い、口と鼻をすすぎます。完全な儀式的な沐浴では、預言者、彼に平安と祝福あれがこのハディースで行ったように沐浴を行います。重大な儀式上の不浄、ジャナバ状態とは、射精したもの、あるいは射精に至らなかったものであっても性交を行ったものを指します。配偶者の一方が他方の性器を覗き見したり、同じ容器で沐浴したりすることは許されます。